皆さんこんにちは、アンリです。今日は日本の AI スタートアップさかな AI が4月に15日に発表した商用フラッグシップ製品さかなフグのベータテスト開始を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。日本初のマルチエージェントオーケストレーターが世界中のフロンティアモデルを束ねて指揮するという新しい構造がいよいよ現実の商用サービスとして動き始めました。さかな AI が2026年4月に15日、商用フラッグシップ AI 製品さかなフグのベータテストを公式サイトで開始しました。フグは複数のフロンティア基盤モデル、つまり GPT、クロード、ジェミニーといった世界トップクラスの大型 AI モデルをリアルタイムに動的にオーケストレーション、つまり指揮しながらユーザーのタスクに対して最適な答えを導き出すマルチエージェントシステムです。提供形態は2つ、定例天使に最適化されたさかなフグミニと最高性能を狙うさかなフグウルトラです。両方ともオープン AI 互換 API に対応しているので、すでにチャット GPT やクロード API で業務を組んでいる開発者はほぼ変更ゼロで乗り換え検証ができるという思想で設計されています。基盤研究はさかな AI が ICLIL2026 つまり国際機械学習トップ会議に採択された論文トリニティとコンダクターの日本、これがそのまま商用化されたというところが業界からの強い注目ポイントになっています。まずなぜさかなフグがここまで注目されているのか、ざっくり整理しておきます。これまでの AI 市場の主役は GPT を作る OpenAI、クロードを作るアンソロピック、ジェミニを作る Google といった自社で巨大な基盤モデルを訓練している会社たちでした。一方、さかな AI は自社で巨大基盤モデルを作る代わりに世界中の最強モデルを指揮者として束ねる方向で勝負するというユニークな立ち位置の会社です。本社は東京、創業者の一人であるデイビッド・ハー氏は元 Google ブレインの著名研究者です。さかな A は2023年の創業以来エボリューショナリーモデルマージ、つまり進化的モデル統合やコンティニュアスソートマシーンズ、つまり継続的思考機械など独自路線の研究を次々と発表し、海外の研究者コミュニティからも高い評価を得ています。今回のフグはその研究路線を実際に動かして売る商用製品としてついに世に出したというわけです。ここでさかなフグのスペックとベンチマーク結果についてもう少し詳しく見ていきます。さかな AI 公式サイトのフグベータページ、海外スタートアップメディアのスタートアップハブや M ポスト、そしてさかな AI 公式 X アカウントの発表をまとめると、フグは社内ベンチでソフトウェアエンジニアリング系の SWE プロ、博士レベルの Q&A ベンチマーク GPQAD、アルゴリズム性のベンチ ALE ベンチといった主要評価軸で最先端、いわゆるステートオブジアートレベルの性能を実証したと発表されています。中でも特徴的なのは、フグが単一のモデルを内部に持つのではなく、ユーザーのタスクの種類や難易度を見ながら実行時にどのフロンティアモデルにどのくらいのリソースを割り当てるかを動的に決めているという点です。例えばコーディング系のタスクならクロードオーパス 4.7 をメインに、知識系のタスクならジェミニ 3.1 プロを呼び、リアルタイム情報を含むタスクなら GPT や Grok を使うといった切り替えを自動で行います。論文トリニティはこの三者協調アーキテクチャの基本理論、論文コンダクターはモデル選択と協調を担う指揮者 AI の実装手法を示したものです。では、さかなフグのベータテストにはどんな企業がアクセスできるのでしょうか。さかな AI 公式サイトでは、まず現時点では限定的なベータ参加申請を受け付けています。日本国内ではソフトバンク、NTT データ、富士通、NEC といった大手 SI やがすでにフグ経由のクロードと GPT の併用を検証しているという関連記事が IT メディアや ASCII.jp で報道されています。海外向けには英語ユーザーを対象としたベータも同時にスタートしており、
米国のスタートアップテック系メディアが連日紹介を続けている状況です。魚 A の CEO であるデイビッド・ハー氏は X つまり旧ツイッターの公式アカウントで、フグは最強の A を単独で持つ会社ではなく、最強の A を最も賢く使う会社が勝つ時代を象徴する製品だとコメントしました。海外の研究者コミュニティからも、マルチエージェント時代の主役は基盤モデルではなくオーケストレーターだと追認するような発言が相次いでいます。ここで魚フグが私たちユーザーや日本企業にどのような影響を与えるかも整理しておきましょう。ポイントは3つあります。1つ目は AI 調達のあり方が小元から変わるという話です。これまで企業の AI 調達はチャット GPT 一択、クロード一択、ジェミニ一択とどれか一つのフロンティアモデルを選び、その上に業務システムを載せるという形が主流でした。これからはフグのようなオーケストレーター層を経由して複数モデルを動的に使い分けるという方式が現実的な選択肢になります。2つ目は日本の AI スタートアップの存在感、世界での発言力が一気に強まるという話です。これまで AI 業界の主役発表は米国のサンフランシスコや西海岸で起きるのが常識でした。魚フグは東京から世界に向けて新しい AI アーキテクチャの主流を提案する最初の本格的な事例になります。3つ目は AI に関わる仕事の型が変わるという話です。これまでの AI エンジニアは特定のモデルに対するプロンプトエンジニアリングやファインチューニングを行うのが主な仕事でした。これからは複数モデルをどう組み合わせるか、どのタスクをどのモデルに任せるかというオーケストレーション設計が新しい中核スキルとして求められるようになります。では私たち日本のユーザーはこの1週間どう動けばいいのでしょうか。ポイントは3つあります。1つ目は魚 AI 公式サイトのフグベータページに目を通し、自社業務との相性を考えてみることです。法人として申し込みが必要かどうか、社内システムとつなげる場合のセキュリティ要件はどうなるかなどを軽く検討するだけでも、これからの調達戦略を立てる上で大きな差になります。2つ目は現在自社で使っている AI モデルの組み合わせを改めて整理しておくことです。社内で誰がクロードを使い、誰がチャット GPT を使い、誰がジェミニを使っているか、それぞれの利用ログ、月額コスト、得意分野を一覧化しておくと、フグのようなオーケストレーター層を導入するときに議論がスムーズに進みます。3つ目は魚 AI や他の国産 AI スタートアップ、例えばプリファードネットワークス、リンナ、サイバーエージェントの動きをニュースで意識して追うことです。フロンティアモデルそのものではなく、日本発のアーキテクチャが世界の主流をどう動かしていくかを自分の言葉で説明できる状態を作っておくと、これからの数年で大きな武器になります。最後にまとめます。魚 AI が4月25日に魚フグのベータテストを開始。 GPT、クロード、ジェミニといったフロンティアモデルを動的にオーケストレーションするマルチエージェント基盤として日本初の新アーキテクチャをついに商用デビューさせました。基盤研究は ICLR2016 採択論文トリニティコンダクター。提供形態はフグミニとフグウルトラの2つ。オープン AI 互換 API に対応。 SWE プロ、 GPQAD、 A 類ベンチで最先端レベルの性能を実証しています。私たち日本のユーザーはフグベータページを確認し、自社の AI モデル組み合わせを整理し、日本発 AI アーキテクチャの動きを継続して追うことで AI 調達の主役交代に備える1週間にしていきましょう。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で